どうも僕です。チェイサー再生プロジェクトその4始まります。今回はね、まずオイル漏れの修理。これがメインですね。オイルがめちゃめちゃ漏れてますんで、まずはね、洗浄して、オイルシール類を取り替えて、その次にエンジンをかけていかなきゃいけないので、補給類、タービンとかですね、マフラーとか、ラジエーター、インタークーラー、その辺を取り付けてって、エンジンをかけるってとこまでやっていきたいと思ってます。でね、あとね、トランクもね、ちょっと塗装が残念な感じだったんで、トランクの塗装もやり直して、あと前回付け忘れてた運転席の内張りとかもね、付けていきたいと思いますんで、今回ちょっとネタが豊富で長いんですが、最後までお付き合いください。最後はね、恒例になりましたヤフオクに出品するもの、これもまた今回2点ありますんで、ぜひぜひお付き合いください。それではスタートします。はい、そしてタービンを組んでいくわけなんですけど、今回チョイスしたタービンは純正のリビルト品のタービンをつけていきます。いわゆる再製品のタービンですね。これをつけていきます。で、エキマニマフラー、エアクリーナーとつけていくわけなんですけど、エキマニは、谷口自動車オリジナルのエキマニ、これがあったんで、これの中古品があったんでね、それをつけていきます。で、マフラーもうちのオリジナルのオニデュアルマフラー、これがね、めちゃめちゃいい音するんですよね。うちのオリジナルのエキマニとオニデュアルマフラーでね、すんげえいい音になりますんでね、エンジンかかった時楽しみにしといてください。で、エアクリーナーもエキマニ交換に伴って HPI のダイレクトサクションをつけていきます。それでは行ってみましょう。
はい、ここで一旦止めました。今何やってるかと言いますと、これなんか棒突っ込んでますよね。なんでこれ棒突っ込んでるかって言いますと、ここダイレクトサクションのシリコンホースにこの遮熱板に開いてた穴当たっちゃってますよね。なんで当たっちゃってるかっていうと、ダイレクトサクションの角度がこの遮熱板に開いてる穴に対してちょっと上向きになってるので、それで当たっちゃってるんですよね。それをタービンのフランジ角度をね、ちょっと回してやることによって避けることができます。リビルトターボはね、一個一個微妙にこのフランジ角度が違うわけなんですよ。それをちょっと微調整してやる感じですね。まあちょっと強引なんですけど、このタービンに対して、フランジ角度って少しだけならね、角度調整できますんで。なのでね、もしこのリビルトターボを組む機会が皆さんありましたら、ちょっとこの辺のことを参考にしてみてください。それでは続きやっていきましょう。さあここまで来たらエンジンがかかるのはもうすぐですね。ここからはクーラーコンデンサーをつけて、インタークーラーは HPI のインタークーラーを使います。でラジエーターをつけて、ラジエーターホースファンなどをつけてエンジンオイルや冷却水を補充して、もうかかる目前まで持ってきます。それでは行ってみましょう。はい、ここでちょっと裏技的なものをご紹介したいと思います。車外のインタークーラーってパイピングが結構ギッチギチについちゃったりしてる場合があるんですけど、つけてる人はねわかると思うんですけど、パイプがねとにかくいろんなとこに当たってガタ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 うるさいんですよね。それでねパイプの長さをその車に合わせてカットしてやることによってワンランク上の仕上がりになります。ぜひ参考にしてみてください。それでは続きいってみましょう。
はい、ってことでコンピューターもともとはこのオートマ用のコンピューターがついてたんですけど、マニュアル用に交換します。たまたま探してたら社外のマニュアル用のコンピューターが出てきました。これ iMac っていうところの、そこのコンピューターがあったんで、おそらくリミッターカットちょいちょいって感じの仕様だと思うんですけど、こいつをつけていこうかと思いますんで、それとあれチェイサー再生プロジェクトその3で出したヤフオクに出したナックルとシートベルト、ナックルが26,000円で落札されました。ありがとうございます。でシートベルトは22,000円でしたね。シートベルトの場合は新品なので、新品が29,000円ぐらいかな。だから安く買えたと思います。今回もまた何かヤフオクに出せるようなものを探していきます。本当はこれ出したいぐらいだけどね、これはこいつにつけちゃうんで、こいつにつけて、いよいよエンジンをかけていきます。それじゃあつけていきますんで。よっしゃ。あとはバッテリーをつないでエンジンをかけるだけなんですけど、ここでね一番と言ってもいいぐらい重要な作業があるんですけど、このままエンジンをボンってかけちゃうといろんなものが壊れます。一番壊れるのはタービンというのは、タービン今新品でつけたじゃないですか。あの中ってオイル入ってませんよね。そのままエンジンをかけると風車がもうゴリゴリになっちゃいますね。風車の軸がねゴリゴリに削れて、タービンの寿命を 50% から 100% 減らします。下手したらブローします。じゃあどうしたらいいかっていうと、エンジンをかけずに一旦オイルを回す必要があるんですね。それをどうやってやるかって言ったらご存知の方もいるかと思いますけど、知らない方のためにね、エンジンをかけない状態でクランキングさせる。オイルのチェックランプあるじゃないですか。あれが消えるまでひたすらクランキングさせるんです。そうするとある程度エンジンの中にオイルが回ったよってことになるんで、そしたらもうすかさずエンジンかけます。それをじゃあ今からやっていきます。手順としては、今コンピューターつけちゃったんですけど、コンピューターのヒューズ、コンピューターのメインの電源のいくヒューズ、メインに電源なんて言ったらいいんだろうコンピューターに電源のいくヒューズを抜いてやればコンピューターはもう起動しないので、じゃあやっていきましょう。はい、そのヒューズがここにありますね。なのでこいつを外して、この車でいうとこの20アンペアですね、見えるかな。こいつをが EFI のヒューズなので、こいつは抜いてあります。これね、バッテリーが強くないとねできないんだけどね。じゃあ行ってみましょうか。まだオイルのチェックランプついてますね。あれが消えるまでです。なかなか消えないな。だいたい1分ぐらいで消えるんですけどね。消えた。消えましたね。もう一回行きましょうか。消えたね。ある程度これで、エンジンの中オイルが回りました。この状態だったらエンジンかけても大丈夫です。じゃあさっきのヒューズを戻しましょう。よいしょ。木のヒューズね、こいつを戻して、さあいよいよかけますよ。緊張の瞬間、いきます。かかったね。なんかちょっとどうなんだろう。
周りはオイルはなんか漏れてないかな。オイルは漏れてないかな。良さそうですね。良さそうですね。オイルは漏れてないですか。いいね。はい。してみましょうかね。いやーかかったね。もうどれぐらいぶりだろう。半年それ以上ぶりなのかな、この車に乗ってみたら。入庫したのがそうか、半年ぐらい前になるのか。まだねエンジンはね馴染んでないので、この状態にしばらくアイドリングでほっといて、ある程度水温が上がるまで、80度ぐらいに上がってくれれば、多少は浮かせるんですけど、そこまで待ちましょう。かけた瞬間ね、ゴボゴボゴボってなってたけど、おそらくは、ピストンの位置がずっと同じ位置で固まってたので、ピストンリングとかね固着しちゃってて、しばらく、ピストンリングがね縮こまった状態で、圧縮がどこかの気筒だけ抜けてるような感じだったので、ゴボゴボなってたと思うんですけど、今はピストンリングがきれいに開いてる状態になってるので、しっかり圧縮が出て、アイドリングしている状態ですね。はい、じゃあしばらくこのまま、水温が上がるまで放っておきましょう。はい、ということで、30分ぐらいあのままアイドリングで放置しました。あれ、なんか汚いな、冷却水汚いな。一回洗おうかな。水回りの経路は一回洗った方が良さそうなので、ちょっと洗いましょう。またこれはまた今度やります。オイル漏れとかはね、水漏れとか全くなかったんで、このままちょっとブワンとふかして具合を見てみましょうね。はい、そういや距離が判明しましたね。10万223キロ。これ TRC オフ ETCS スノー、これがパカパカついてますね。おそらくは ETCS のコンピューターの内部不良ですね。これは直さなきゃいけないですね。 ETCS のコンピューターはあそこにいますね。これは番外編でこいつの単体修理をやっていきましょうかね。はい、ちょっと回してみようかな。とりあえず3000回転。エンジン振動そんなに大きくないかな。いいですね。ストールしないね。アイドリング学習させれば多分大丈夫ですね。いいですね。音がいいでしょ。すげえいい音するでしょ。開けてみようか。
はいできました。いよいよエンジンがかかって後半戦かなに突入できますね。そうそうヤフオクに出すもの、今回はまたあれにしますHPI のシートベルト。はい、これはねカモフラ系の色、もう一個ある、ちょっと個性の強い色、黄色 FIA の、取得したのが2019年、レース出なかったらあんまり関係ないです、はい、これをまた1000円スタートで出品しますのでぜひってことでね、チェイサー再生プロジェクトその4エンジンかけるまで無事にかかりました。はい、それではその後をお楽しみに。それじゃあまた。